自宅近くの公園で遊ぶ男の子と一匹の猫。その様子をエリックさんという男性が優しく見守ります。待ってよ、オリー！猫に向かってそう叫ぶ男の子。しかし男の子は時折猫の名前をデクスターと呼ぶことがあるのです。私の息子と遊んでいる猫の名前はオリー。しかし息子はたまにオリーのことをデクスターと呼び間違えることがあります。デクスター、その猫はオリーの命を救い、私たち家族がいつまでも帰りを待ち続ける一匹の猫の名前なんです。今から4年前。この出来事が起こったのはアメリカ・フロリダ州オーランド。その地域に住むエリックさんとエリックさんの家族が住む家の庭にある日、一匹の野良猫が迷い込んだのです。何をするわけでもなく庭をうろうろしていた猫。もしかしてお腹が空いているのか？そう思い、エリックさんは猫にご飯を与えてみました。どうやら猫は空腹だったらしく、エリックさんに与えられたご飯をすごい勢いで食べ始めます。そして食べ終わったら庭を出ていく猫。それ以来、その野良猫はエリックさんの家に何度も訪れるようになり、その度にご飯をもらってどこかへと帰っていったのです。1日に2回訪れたこともありました。そして私たちはその野良猫にデクスターと名付けたのです。デクスターを飼おうと考えていたエリックさん一家ですが、家にデクスターを招いても彼は全く家の中に入ろうとしませんでした。デクスターはきっと外での生活が好きなんだよ。エリックさんは家族にそう説明したそうです。そんなデクスターがエリックさんの家に入る時もありました。それは大型のハリケーンがやってきた時、天気が急激に変わった頃、デクスターはエリックさん宅に訪れ、自分から家の中に入ったのです。エリックさんの息子さん、当時1歳の誕生日を迎えたパーカー君もデクスターのことが大好きでした。家族で旅行に出かけるときはデクスターのことを気にかけ、友人に頼んで彼のご飯をお願いしたこともありました。そんな生活が数ヶ月過ぎた頃、デクスターが突然エリックさん宅を訪れなくなったのです。天気がいい晴れた日はもちろん、雨が降る日も全く訪れる気配はありませんでした。事故に遭ったのか。飼い主が見つかり別の家で暮らしているのか。私たち家族はどうしてもデクスターの行方が気になりました。その後、デクスターの安否が気になったエリックさんは地元の保健所に連絡し、デクスターが保護されていないか確認します。さらに SNS にもデクスターの写真を公開し、情報を求めました。それからしばらくすると SNS からエリックさんに連絡が入ります。なんとデクスターにそっくりな写真が掲載されたメッセージがエリックさんに届いたのです。メッセージの送り主は地元とは別の保健所からでした。そしてエリックさん夫婦はすぐに連絡が入った保健所に訪れ、デクスターかもしれないその猫を確認したのです。しかし似ていましたが、残念ながらその猫はデクスターではありませんでした。保健所職員にデクスターの話をするエリックさん。その時、似ていましたがデクスターではない目の前の猫に関して、エリックさんはある衝撃的な事実を聞くことができたのです。その猫はその日、安楽死させることが決まっていた猫でした。本来ならば
安楽死させる予定時刻は私たちが保健所に訪れる2時間前。私たちがどうしてもその猫を見たいからという理由で予定時刻を延ばしていたのです。それを聞いた私はこの猫に触ってもいいかと職員にお願いしました。承諾し、ケージの扉を開ける職員。扉が開いたと同時に、その猫は嬉しそうにエリックさんに寄り添います。迎えに来てくれてありがとう。その時、エリックさんには猫がそう言っているように見えたそうです。エリックさんに寄り添い、決して離れようとしない猫。嬉しそうにニャーニャーと喉を鳴らす猫を見ながら、エリックさんはこの後を安楽死させられるその猫をこのまま残していくことはできませんでした。家で昼寝をしていたパーカー君。目を覚まし、ふと見慣れない箱が目の前にあることに気づきます。箱に興味津々のパーカー君。そしてエリックさんが箱の蓋を開けると、箱の中から新しい家族となったオリーがパーカー君の目の前に現れたのです。オリーは安楽死が決まっていた猫。エリックさんはオリーを引き取り、新しい家族に迎え入れたのです。デクスターが姿を見せなくなって以来、パーカーの元気もなくなっていました。デクスターの姿はあれ以来見ていません。ですが、きっとどこかで元気に暮らしていると信じています。希望は絶対に捨てません。デクスターが戻ってきたら、オリーを紹介しようと思っています。デクスターのおかげで救われた猫、オリー。そしてパーカー君も元気を取り戻しました。暖かい家に迎え入れられたオリーは家族の愛情に包まれながら今も幸せな毎日を過ごしています。デクスターはきっと今もどこかで幸せに暮らしています。そして戻ってきたらオリーと同じように家族として迎え入れようと思っているんです。デクスターの居場所はこの家。私たちはデクスターが戻ってくるのをずっと待ち続けるつもりです。いつでも待っているからな、デクスター。